八百屋お七。昔、江戸の本郷のあたりに大きな八百屋がありました。16歳の一人娘がいて、名前はお七と言います。満開の桜のように美しくて、彼女を見て好きにならない者は一人もいないほどでした。その頃の江戸ではよく火事が起こっていました。家は木でできていますから、たくさんの家が一度に焼けてしまいます。放火で捕まれば死刑と決まっていました。15歳以下の子供でも島流しです。天和2年12月にも火事が起こりました。お七の八百屋のところにまで火が来たので、お七は母親と一緒に近くの寺へ逃げました。大勢が同じ寺に避難しましたから、寺は中も外もごった返していました。二人は少しも安心できませんでした。これはもう神仏にすがるしかないと思って、一生懸命お題目を唱えていました。ふと気がつくと、近くに同じ年頃の武家の若者が座っていました。この寺に預けられている吉三郎という若者です。吉三郎はさっきから左手の指に刺さったトゲを抜こうとしているのですが、もう夕方で暗いのでなかなか抜けません。お七の母親が見るに見かねて手を貸しました。しかしやはりうまくいきません。自分なら上手にできるのにとお七がじれったく思っていると、母親が言いました。お七、こっちへ来てトゲを抜いて差し上げなさい。お七は嬉しく思いながら近づくと、吉三郎の手を取ってすぐにトゲを抜いてあげました。吉三郎はお七の美しさに見とれて、思わずお七の手を強く握っていました。見つめられたお七もその手を離したくないと思いました。しかし母親が見ています。仕方なく吉三郎の手を離すと、母親のところへ戻りました。トゲ抜きを持ったまま。あ、お母様、トゲ抜きを返し忘れてしまいました。お七は母親にそう言って吉三郎を追いかけました。そしてトゲ抜きを手渡すと、その手を強く握り返しました。八百屋は火事で焼けてしまいました。新しい家が建つまで、お七と母親は寺で暮らすことになりました。お七はこっそりと吉三郎に手紙を渡しました。しばらくすると今度は吉三郎から手紙が来ました。そうして二人は深く愛し合うようになりました。しかし、いつも母親がそばにいるので、思うように会うことができません。年が明けて1月15日、米屋の主人が亡くなりました。盛大な葬式をするために、寺の人はほとんど出かけてしまいました。外は大雨、雷も鳴っています。ああ、怖い怖い。母親はお七を抱き寄せました。お七、耳を塞いでいなさい。お七は吉三郎のことばかり考えていましたから、雷など少しも怖くありませんでした。吉三郎に会うのは今夜しかない、そう思い詰めていました。そしてその夜、こっそりと吉三郎の部屋に忍び込みました。吉三郎はすぐに目を覚ましました。お七さん、どうしてここへ？吉三郎様、私はもう16です。外では雷が鳴っています。
朝になってから母親はお七がいないことに気がつきました。寺中を探して吉三郎の部屋にいる娘を見つけると、慌てて客間に連れ戻しました。そして二人が二度と会えないように厳しい監視を始めました。しかし二人をかわいそうに思う人が手伝って、手紙のやり取りだけは続けることができました。そうしているうちに八百屋の新しい家ができました。お七と母親は寺を出ることになりました。新しいうちに引っ越してからお七は何をする気にもなれません。寝ても覚めても考えるのは吉三郎のことばかりです。ある寒い日の夕方、汚れた子供が山菜を持って八百屋に来ました。雪がひどくてうちに帰れないので一晩泊めてほしいと言います。父親はかわいそうに思ってその子供を家の中に入れてやりました。その夜中、誰かが八百屋の戸をたたいて大声で言いました。旦那様、旦那様、姪御様に子供が生まれました。両親は喜んで起き出してすぐに出かけていきました。お七は山菜売りの子供と一緒にうちに残りました。子供は震えているようでした。大丈夫？寒いでしょ？お湯でも飲みなさい。お七がお湯を手渡しながらよく見ると、山菜売りの子供は吉三郎でした。吉三郎様。お七、どうしても会いたくて。吉三郎はお七に会いたいあまり、大雪の中、山菜売りになりすましてやってきたのでした。抱き合うと吉三郎の体はすっかり冷えていました。お七は急いで吉三郎を自分の部屋に入れて、体をさすったり薬を飲ませたりしました。そこへ両親が戻ってきました。隣の部屋で元気な赤ちゃんだったなあとか、産着はどんな柄にしようかとか嬉しそうに話しています。お七と吉三郎は一言も話さないまま、小さい明かりの下に紙を置いて朝までお互いの思いを書き合いました。吉三郎は夜が明ける前に寺へ帰りました。しかしずいぶん無茶をしましたから、そのまま倒れてしまいました。お七の恋心は募るばかりでした。しかし手紙を書いても返事が来なくなりました。お七はどうしたらいいのかわからなくなってしまいました。ある晩、一人で悲しく空を見上げていると、強い風が吹きました。ああ、私が初めて吉三郎様に会ったあの時もこんな風が吹いていた。そうだ、もう一度火事が起こったらきっとまたあのお寺に行けるはず。お七は新しい家に火をつけました。私、なんてことを。お七は我に返ると、急いで火の見櫓に駆け上がり、力いっぱい半鐘を鳴らしました。火事はすぐに消し止められました。お七は自分が火をつけたことを正直に話しました。お七は捕まりました。放火は死刑です。奉行は若いお七をかわいそうに思いました。お七、お前は15歳だな。まだ子供だから島流しだ。
死刑ではない。しかし、お七は答えました。いいえ、私は16です。いや、まだ15のはずだ。いいえ、16でございます。奉行はお七に嘘をつかせようとしましたが、お七は首を横に振るばかりです。仕方なく奉行はお七に死刑を言い渡しました。お七は市中を引き回されました。覚悟ができていましたから少しも取り乱しませんでした。いつものように着物を整えて髪を結ってとても美しい姿でした。そんなお七を見て人々はみんなかわいそうに思いました。処刑場に着きました。役人の一人が桜の枝を一本折って死での旅路の花向けにお七に持たせました。お七はその桜を眺めながらつぶやきました。この桜も私も名前だけ残して今日散ってしまうのですね。天和3年3月末、お七は火あぶりにされました。お七の処刑から100日後、生死の境をさまよっていた吉三郎はようやく意識を取り戻しました。お七が処刑されたことを聞くとすぐに刀を抜いて「お七、待っていろ、私もすぐに行く」と死のうとしました。しかし寺の人々やお七の両親が止めました。間もなく吉三郎は出家しました。彩雲と名前を変えて死ぬまでお七の菩提を弔ったということです。